年越し宗谷岬を目指す旅の一日、蕎麦の産地でうまい蕎麦を食い、他にはない珍しい温泉に入り、石油臭い。東川町から日本最北端稚内宗谷岬まで約300キロ、東名東京料金所から名古屋の手前までの距離を下道で走る。かなり長い長距離ドライブになりますが、最後までご一緒ください。いや、結構いるな。おはようございます。2023年12月30日朝6時。外気温は氷点下 2.4 度。夜明け前、雪がしんしんと降っている。今日は早く出たいから早めに朝飯作ろう。昨晩使ったポータブル電源も寝ている間にほとんど充電ができていた。ヒーターをつけると車内が暑い。今日の朝飯はホットサンド。朝はパン派だ。コーヒーの準備。水筒には移動中のコーヒーを入れる。1000ワット弱のケトル。消費電力は930ワット。前日に買った 20% オフの厚切りベーコン。まずはホットサンドメーカーでこれだけ焼く。ケトルとホットサンドメーカーを同時に使うとやはり結構消費する。スヌーピーの焼き色。うまくできた。朝飯で使った電気は 8%。ごちそうさまでした。静かだな。朝飯の後のコーヒーと一服、至福の時間。せっかく買ってきたから使ってみる。
いまいち使い方がわからん。加湿器代わりに干しておいたタオルはカラカラだ。あ、また足を払うのを忘れた。そろそろ出発しよう。お世話になりました。この日お世話になった東川町、旭川市や旭川空港から非常に近く、本州からの移住先としてかなり人気だそうだ。旭川の市内に入ってきた。旭川市内に入ると雪の量が一気に増えた。除雪用のショベルカーだろう。自分より全然早かった。手振ってる人がいた。ありがとう。行ってきます。差し入れありがとう。うまそうなつまみをもらった。旭川を抜けてピップ町に入った。ピップエレキ版、塩刈峠。小説や映画にもなった有名な峠。ワッサム町、RV パークに行こうと思ったが空いていなかった。剣淵町、絵本が有名。士別市、羊に力を入れる町。名寄市、日本一のもち米の産地。道の駅もち米の里名寄に到着。そんな寒くないな。大福バイキング19種類、すごいな。ミルク、ポシャ、イチゴ、しそ、ぶどう、玄米。普通のあんこか。バターコーンとかどうなのよ。かぼちゃ、まだ結構あるな。寒い。11時、ちょっと早いけど昼飯。そばの産地でもあるこの辺りでどうしてもそばが食べたかった。全体的に安い気がする。特にそばが安い。いやー、あったかいのも食いたいけどな。いや、ざるそばにしよう。うまそうだ。天ざるそば1250円。めちゃくちゃうまそう。いただきます。まずはそのまま。うまい。うますぎる。次はわさびを乗せて。天ぷらも品数が多い。
エビも2本入ってる。このボリュームとこの味でこの値段はかなりいいと思う。天ぷらもサクサクでうまい。店員さんに言ったらそば湯ももらえた。ごちそうさまでした。はい。せっかくだから大福を買っていく。初心者なのでよもぎとあんこを選んだ。あとシュークリーム一つください。出発。デザートタイム。サクッとした生地を想像して食べたが、生地がもちっとしている。これももち米か？無駄遣いじゃねえなこれは。名寄市街に入る手前でバイパスへ。次に向かうのは日本でここにしかない珍しい温泉。あの勢いで和ナンパに抜かれたことにびっくり。何やら前方が集まっている。フルエンジンブレーキ作動。ホワイトアウトだったらと思うとちょっと怖くなった。そこら中で除雪をしてくれている。本当にありがたい。ジムニーの郵便配達。人口600人の音威熱波村。あの蕎麦屋に行ってみたかったけど、結局行かずじまいで終わってしまったな。手塩川沿いを北上していく。この辺りに来ると建造物が一気に減ってくる。鹿。道の駅中川で休憩。名寄の道の駅から88キロ。動画だとすぐだけど2時間弱かかった。見よう見まねで雪を落とす。もうバックモニターが見えない。こっちは大丈夫だ。よし行こう。年末で道の駅が開いていなかったのですぐに出発。永遠に続くのではないかと思う白銀の原野に飽きるわけで。手塩町。道の駅のソフトがうまかった記憶。幌延町、サフォークのジンギスカンなどに力を入れてるらしい。幌富バイパスを使って北上。目的の温泉がある豊富町に到着。こ
この温泉を知って数年やっと来ることができた。それにしても冬の北海道はどこに止めていいかわからない。なんか石油臭い。豊富温泉は日本でも唯一油が混ざった温泉。どれだけ油が混ざってるのか楽しみだ。ドロドロしたお湯なのかな。今回お世話になったふれあいセンター。ふれあいセンターと自分。ドロドロと油が浮いているわけではなく、うっすらと油が浮いていた。広い駐車場もあるので、大きなキャンピングカーでも問題ない。いい温泉にも入れたので、ゆっくり宗谷岬に向かおう。海源パーキングシェルター。吹雪いてはいないけど、とりあえず夜止める場所はここでいいのかな。さっき結構滑ったのでタイヤの確認。めっちゃ滑ったさっき。アイスバーンはやはり怖い。大自然の猿別原野を越えてやっと稚内市内にたどり着いた。まずは買い出し。12月30日、やはり混んでいる。止める場所がないので買い物は後にしよう。籠城する前に洗濯もしたい。市内に何軒かコインランドリーがあった。洗濯と乾燥で約50分ほど、800円だったと思う。駐車場が広いスーパーがあったのでそっちに行ってみる。いいものをゲットしたい。稚内のスーパー高かった。今夜は疲れたのでセコマ宗谷岬を目指して移動。市内から宗谷岬まで約30キロ。これが結構遠い。宗谷岬が見えてきた。やっと到着。2023年12月30日午後8時の駐車場。第2駐車場も見てみよう。2日間籠城する場所、どこに止めるか悩む。モニュメントが近い第1駐車場か、トイレが近い第2駐車場か。もう一度第一駐車場を見てみる。大晦日は暴風雪の予報も出ている。そのあたりも考えて止める場所を決めた。
第2駐車場の方が静かだと思うのでこっちにした。後ろに丘もあるので風を遮ってくれることを期待。まずは写真撮影。穏やかな夜だったけどやはり寒かった。今日は一人でセコマパーティーだ。つまみを買ってきたしゆっくり飲もう。リタイムのリチウムも 100%、 ポタ電も 100%。 これで36時間の籠城車上生活も大丈夫だろう。ポータブル電源から電子レンジを使ってみた。温めて準備完了。それでは皆さんもご一緒に。乾杯。まずはホットシェフのフライドチキン。これは本当にうまいよね。続いてクリーミーカルボナーラ138円。これは美味しいし結構好き。おすすめの一つ。やっぱりうまい。チキンとカルボナーラで結構腹いっぱい。ゆっくり水でも飲みましょう。高速なしの下道300キロはやはり疲れた。YouTube ショートの編集をしながら、ここ最近この水にハマっている。159円の塩サバ焼きも美味しいつまみ。宗谷岬を眺めて飲み続け、いい感じに酔いが回った。鮭の弁当はちょっと食べられないな。冷蔵庫に入れて明日食べることにしよう。それじゃあおやすみなさい。また明日。次回は大晦日。一日宗谷岬で過ごします。コメント、高評価、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。